テーブルスプーン1杯のオリーブオイルを取ると便秘にいいからやってますみたいなのもね、もしかしたらそれは余計な一口かもしれません。はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。ウェルネスオーバー50リカです。今日は今話題の4毒、4つの毒についてお話ししていきたいと思います。これを知ることで皆さんがね、体の不調を改善して健康にね、毎日を過ごしていけるアイデアになるかもしれません。さて、50を過ぎていきますと、いろいろね、体が毎日健康で元気っていうわけではいかないとは思うんですけれども、皆さんね、ちょっとこういう症状ありませんか？体がだるい、疲れやすい、あとは肌荒れとかね、アレルギー、私もね結構そうなんですよね。ちょっとね、花粉症の季節にもなってまいりました。ちょっとね、肌がかゆい、目がかゆい、くしゃみが出る、そんなこのね、アレルギー症状、あとはね、お腹の調子が悪い、下痢と便秘を繰り返してしまったりね、ちょっとした食べ物でね、すぐお腹下すとか、お腹が張るとか、消化しづらい、そういう感じありませんか？あとはね、関節がちょっと節々が痛い、朝起きるとね、ちょっとこわばってるなんて、そういうこともあるかもしれません。私はね、関節リウマチ持ちなので、そういうのはね、毎日感じております。この4つの毒っていうものをね、取らなくすると、もしかしたら改善していく可能性があるっていうお話なんですね。もしかすると、それらの原因としては、この4つの毒を取りすぎているからということも考えられます。まずこの4毒って何っていうことなんですけど、ここ最近ね、かなり話題になっているので、健康志向がね、高い私のリスナーの方たちは、知ってる方も多いと思いますし、もしかしたら私よりもね、全然もう詳しい方もたくさんいるかもしれません。でね、この4毒、こちらは吉野先生、吉野俊明先生っていうね、お医者さんの方が提唱している取らない方がいい4つの毒っていうね、食品のことを言っております。まず小麦、あと植物油、あと乳製品、あとは甘いもの。もうこれはね、甘いものって言ってもお砂糖に限らず甘いもの全般になります。これらのことを避けることで、体のね、炎症を抑えて健康を取り戻せるというふうに吉野先生はおっしゃっております。この4毒が体にどういう影響を与えるのかっていうことに関してちょっと説明をしていきたいと思います。小麦、グルテンですよね。は腸壁を傷つけて腸の中で悪さをすると。で、アレルギーや慢性疲労の原因になります。消化がね、しづらいんですよね。腸壁にね、べちゃっとへばりついて、他のね、栄養を吸収するのを阻害したりとか、そのべちゃってひっつくことによって腸を炎症させて、あとリーキーガットとかね、聞いたことあると思います。腸からね、その毒性のある未消化のものが体内に漏れ出てしまう、そういうことに影響をしてしまうことがあります。あと植物油、特にね、オメガ6って呼ばれる油が体内で炎症を促進し、起こしっていうよりはね、促進し、生活習慣病、糖尿病、高血圧、いろいろね、ありますよね。がんとかもね。生活習慣病のリスクを高める。あと乳製品。乳製品はね、日本人の方は特に消化ができづらい体質であることが多いです。消化不良を起こして、あとホルモンのね、バランスを崩してしまう。牛乳をね、作るのに、その雌牛さんにいろいろね、ホルモン治療をして、たくさんミルクをね、出すようにしていることが多いので、その薬がね、牛乳の中にもたくさん入ってるんじゃないかと。あと甘いもの、耳が痛い甘いものはね、全般的に体の炎症を起こしたりとか、血糖値問題もね、ありますよね。血糖値を乱高下させることで、痩せにくい体、疲労感、老化、肥満、
そういうものの原因になっております。簡単に言うとね、そんな感じなんですけれども、このね、4つの毒を、できるだけ減らして、吉野先生は絶対取るなっておっしゃってるんですけれども、このね、減らしてということで体の不調が改善するっていうのはね、容易に考えられることですよね。私はね、圧倒的に甘いものを摂ることが多かったです。本当にね、甘いものだけで生きていました。30代の時とかね。もう本当に甘いものだけで生きてた。私はもうカロリーのことしか考えてなかったので、同じカロリーを取るんだったら好きなものを食べたい。好きなものイコール甘いものっていうことでね。私はあんまり昔から揚げ物とかね、ご飯物とかそういうものよりは、もうとにかくスイーツ、デザート、命だったので、もう同じカロリーをね、取るんだったらデザートをたくさん食べる。ご飯の代わりに菓子パンとか甘いクリーム系のお菓子、そういうものを食べていました。なのでね、本当に耳が痛い。大変ですよね、そういうのをね。やめようって考えることすらも結構辛い。皆さんはどれをたくさん取ってますか？皆さんね、コメントでね、教えてください。今年のね、一発目の動画で私は3つのものをやめましたっていうのをあげてるんですけども、私もね、小麦粉と砂糖と、あと添加物をやめました。やめます。やめてます。みたいな。完全ではないですけども、減らしてますっていうお話をさせていただきました。でね、これはちょっとね、この4毒に通ずるものがあるんですよね。小麦。あと甘いもの。私は白砂糖をやめましたっていうことで、その白砂糖の代わりに、甘いものでしたら、他のね、代用品を使っておりますっていうことでね、自然の甘み、あとはフルーツとかをいただいてますっていうことをね、お話しさせていただきました。なのでよかったらね、そちらの方もご覧ください。さて今回は4毒のね、中でもちょっと難しいというかね、どうしたらいいのって結構疑問というか、ちょっと悩んじゃうことが多い油に関してちょっと取り上げていきたいかなと思います。油ね。去年ね、酸化糖化という動画を出させていただいたんですけども、その中でも油についてはね、ちょっとお話しさせていただきました。油ね、難しい問題ですよね。で、油、吉野先生はね、普通に液体の油、どんなにね、これがいい油だよ、健康にいいんだよって言ってる油でも、そういうものはね、使うなとおっしゃっております。油っていうのはね、必須脂肪酸の油もあるので、必須脂肪酸っていうのはね、体の中では作られない栄養素なので、外からね、食事としていただかないと体には必要な、健康には必要な物質っていうことでね、取らないと健康に逆に悪い。だけども、取り方っていうのがね、大事なのかなと私は思っております。油っていうのはね、大きく分けると3つ、オメガ3、オメガ6、オメガ9っていうね、種類があって、オメガ3、比較的ね、健康にいいって言われている油なんですけど、オメガ3、体の炎症をね、抑えたり、抗酸化作用あります。心臓や脳の健康サポート、アルツハイマーとか、そういうものも、これを取らないと脳がスカスカになるよっていう感じですかね。これに関しては食材としてはね、お魚、サバとかイワシとか、そういうものですね。お魚の油に多く含まれて DHE みたいなね、よく聞きますよね。アマニ油、エゴマ油、あとはチアシードなんかに含まれております。なのでね、比較的食事から摂るのは良いかなと思います。あとオメガ6、こちらのね、油が摂ったらいけないよっていうか、
悪とされているね油なんですけれども、体の炎症をね促進します。あとは生活習慣病、アレルギーの原因を引き起こすとされて、あと肥満ですよね、摂りすぎるとね、ということが言われております。食材としてはね、よく言われるサラダ油、あと大豆油、コーン油、揚げ物とかね、加工食品とかにたくさん使われております。日常的にね、大きいね、こういうボトルで揚げ物をするのにね、売ってる油なんかは全部これですよね。で、オメガ9。こちらはね、比較的安全と言われて健康と言われている油になります。血中のね、悪玉コレステロールを減らしたり、あと炎症を抑える働きがあると言われております。代表的なので言うとね、オリーブオイル、あとはアボカド、あとはナッツ類ですね。そういうものに入っています。なのでね、結構健康になりたけりゃオリーブオイル使いましょう、アボカド食べましょう、ナッツ類食べましょうみたいなのね、全部オメガ9んですよね。でもね、このオメガ9っていうのは必須脂肪酸ではないんですよ。このオメガ9は体で作れます。このオメガ3と6が必須脂肪酸でね、体では作られない質になりますので、こちらの方を外から取らないとダメっていうことですよね。なのでオメガ9はそこまでね、積極的にもう健康にいいから余分にどんどん取りましょうっていうのは、やっぱり意識としては間違ってるってことですよね。で、このオメガ3、6もね、健康に悪いと言われていますけれども、必須脂肪酸なんですよ。だから取らないとダメ。ただ皆さん誤解しがちなのが、オメガ3のこの油、じゃあサバ食べましょう、毎日サバ食べます、だってサバはオメガ3だからって思うじゃないですか。でもね、サバの中にはオメガ3だけじゃなくて6も9も全部入ってるんです。そう。ただその比率的にオメガ3が多いからオメガ3の食品って言われてるだけで、全部ね、いっぱい全部入ってるんです。だからオリーブオイルにも、オリーブオイルはもうオメガ9だけじゃない、オメガ3も6も入ってる。ただオメガ9が多いからオメガ9だって言われているだけなんです。難しいですよね。そうだからね、サプリメントとかじゃないので、もうそれだけが入ってるっていうわけじゃないんですよ。全部が入ってる。自然のものってうまくできてて、一つのものだけでは成り立ってないんですよ。なので全部がバランスよく入ってる。だからいいんですよね。バランスが取れてる。なので私的にはどういう風に油を取っていったら一番健康的なのかなっていうのは、偏らないように取るっていうのが大事なのかなと思います。あとは取りすぎない。で、油が何が悪いのかっていうと、酸化した油っていうのが良くない。油は酸化すると毒性が増すんですよね。で、体に悪い影響があるっていうことで、酸化するっていうのは熱を加えたら酸化します。あとは古くなって、酸化なんでね、空気にずっと触れてると酸化します。あと光に弱い。なのでずっと光にね、空気中、その日光ね、光にさらされてると酸化します。なので酸化をした油は使わない方がいいかなと思います。でね、オメガ3、健康にいいと言われていますが、オメガ3っていうのはすごくね、不安定な油なんですね。酸化がしやすい。なので酸化しやすい油、酸化した油をたくさん取るっていうのは良くない。いくらオメガ3取るためにアマニ油たくさんサラダとかにかけて食べてますっていうのは、そのアマニ油フレッシュですかっていうそこなんですよ。難しいよね。健康だからってね、たくさん取るのは逆に酸化した油をたくさん取ってるっていうことで、いいか悪いかって言ったらどうなのっていう問題がやっぱり出てきてしまうんですよ。
でオメガ6も悪みたいに思われてるけれども、でも必須脂肪酸だから体に取らないとそれはそれで健康には必要。たださっきも言ったようにアボカドにも青魚にもオリーブオイルにもごま油にも全部のオメガ3、6、9全部が入ってるんですね。バランスが違うだけで。なのでオメガ6っていうのは他のものを食べてればそれなりに体には入ってくるんです。なので私が思うに揚げ油とかサラダ油みたいなものを必須脂肪酸だからといって積極的に摂るっていうことはしない方がいいかなと思います。それよりも他のものから自然にね摂取できる、それだけで量が足りてるんじゃないかと思います。あとね、オメガ9、オリーブオイル正義みたいな、オリーブオイルは健康にいいから積極的に摂ります、抗酸化作用バッチリみたいな感じで、オリーブオイルがなんでいいかっていうとビタミン E がたくさん入ってるからなんですよね。でも油は油なんですよ。なので摂りすぎたらやっぱり健康的には良くない。毎日ね、サラダにオリーブオイルをたくさんかけます。テーブルスプーン1杯のオリーブオイルを取ると便秘にいいからやってますみたいなのもね、もしかしたらそれは余計な一口かもしれません。なのでね、要はバランスなんですよね。過度に摂りすぎない。もう世の中ね、いろんなものが過剰にありすぎるので、昔の人よりもいろいろね、栄養も今まで食べれなかったようなものもいっぱい食べれてますから、そういうものでね、偏らないようにちょうどいいバランスで食べるっていうことが一番必要なのかなと思います。の中ではね、やっぱりね、魚は積極的に食べましょう。魚をね食べる機会っていうのはね減ってきてるので、魚をねたくさん食べて、そこからオメガ3を取る。で6はね、どう考えてもいろいろね日常的に転がっていますので、積極的に摂るっていうよりはなるべく摂らないように控えてね、外食も控えて、揚げ物をねなるべく控えて、油の摂取控えましょう。で9に関してはうちもね油といえばオリーブオイルとごま油しかないんですよ。なのでオメガ9の油しかないんですね。どう考えてもね日常的に使ってることが多いので、そんなにね積極的に取ろうっていうよりは仕方なく油を使うんだったらこれかなっていう感じっていう姿勢で使っていこうかなと思います。でね、家でね油を使う時の選び方なんですけれども、できれば自然の油、加工油ではなく自然の油がいいかなと思います。加工油っていうのはね、サラダ油ですとかコーン油とか、こういうね抽出方法が薬剤を使って抽出している。一見響きはいいですよね。コーン油って言ったらコーンをただ絞ってる、大豆油って言ったら大豆をただ絞ってるだけっていう響きじゃないですか。だけど実はそれのね絞る時に薬剤を使ってね混ぜて、で絞って、その薬剤を摘出してるっていういろんなね工場で加工されてる油なので、そうではなくて本当にねただの絞ってるだけの油っていうのを選ぶようにした方がいいかなと思います。なのでオリーブオイルもねピュアオイルみたいなああいうのではなくて、エクストラバージンのねちょっと高いんですけど、そんなにねせっせと取るものじゃなければ、できれば生搾り物、ただの抽出したねエクストラバージンオイルで、プラスチックの瓶ではなくて黒いね遮光の瓶、黒い瓶、ワインのボトルみたいなああいう黒い瓶ですよね。少量で短期間で使い切れるぐらいのものをね買って、それを短期間で酸化する前に使い切るっていうのがいいのかなと思います。冷蔵庫に入れてなくてもあんまりね熱くならない棚の中とかにねしまって、
使っていったらいいかなと思います。加工油だからね。一時期 MCT オイルとかもすごく人気で、健康志向の方とかがね、朝一杯コーヒーに入れたらいいよみたいな感じでね、やってましたけれども、あれも加工油なのでね、いろんなものから抽出されてるものなので、私はサプリメントとかもね、あんまり好きではないので、人工的に抽出しているものなので、私は使っておりません。自然のものがいいですよね。昔の人たちが昔の伝統の製法で余分なものを加えないで作ってる、そういうものが何事もね一番いいかなと思います。油に限らずね、お砂糖にしてもお塩にしても、天然のただただ絞って乾かしただけのお砂糖ですとかね、天然のただただ海水をね乾かしただけのものとかね、そういうものがいいのかなと思います。ということで4読の中の今日は油についてお話ししていったんですけれども、どうですかね、皆さん生活の中から油に対してねちょっと意識変えて、ただただ食べないとか取らないとか、そういう風にできる方はいいんですけど、なかなかね完全に排除っていうのは私も難しいですし、皆さんもねそこまでできないよって思う方も多分多いと思うので、付き合い方、向き合い方、選び方、取り方、そういうのでねちょっとは、4読のね1読を制せるんじゃないかと思ったので、今日はお話しさせていただきました。まとめとしてはね、この4読、小麦、植物油、乳製品、甘いものを減らすことで体の炎症を抑えることができる。油はね完全に抜くっていうのはね、難しいので、種類とかね、を選び方、あとは製法とかね、そういうのの選び方、あとは取り方なんかにねちょっと工夫をしてみると、揚げ物とかね加工品を減らしてオメガ6をできるだけ遠ざけて、オメガ3、魚を意識して摂る。オメガ9に関してはねオリーブオイルそんなにねガバガバ摂るんじゃなくて、自然でできた油をセレクトしてね、少量をね生活に取り入れる、そういう感じで油とね付き合っていけたらいいんじゃないかなと思います。次はねお砂糖に関してやっていけたらいいかなと思いますので、皆さん楽しみにしていてください。あとはね4読を抜いたレシピなんかもね後々開けていきたいかなと思いますので、ぜひ楽しみに待っていてください。それでは今日の動画がね役に立ったなと思ったら、ぜひいいねボタンとチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた次回お砂糖編でお会いしましょう。またね、バイバイ。